皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画でニュートン・ラプソン法を紹介しました。これは数式の根を求めるために最も使用されている方法です。今回はこの計算プログラムを示し、計算の流れを説明します。それではプログラムについて順に説明していきます。このプログラムでは収束計算に必要な数式の微分値を解析微分により導出した式を使って計算します。理解を深めるため前の動画第8章8の9も視聴してください。1、2行目は本プログラムの内容の説明文です。4から6行目はヘッダーファイルの設定文です。8行目は NR 法により根を求める関数のプロトタイプ宣言です。これにより3個の変数の受け渡しがあることがわかります。10行目では反復計算の打ち切り回数を設定しています。11行目では収束判定に用いる2つの打ち切り誤差を設定しています。これらの意味は後で述べます。13行目は例として用いる計算式を、また14行目ではその微分式を与えています。本式は1個の根を持ちます。詳細は前の動画第8章8の9も視聴してください。17、18行目では3根を持つ数式を与えています。ここでは注釈文となっているので計算には使われません。メイン関数を示します。私はメイン関数をいつでも全ての関数の最初に置いています。これによりプログラムの最初でプロトタイプ宣言が必要になります。これを手間と考えメイン関数を最後に書く人がいます。しかしこの記述法は予期せぬトラブルを生じるので、私はこのように書くことを推奨しません。これについては第10章で述べています。23行、24行目では本関数で使用する変数を設定しています。26行目では求める根の初期値 x0 を与えています。27行目では x0 を x に置き換えることで初期値を後で印刷できるようにしています。29行目ではニュートン・ラプソン法を実行します。ここでは根の初期値、相対誤差、反復回数をニュートン・ラプソンと名付けた実行関数へ渡します。3つの変数ともそれぞれのアドレスを渡すので、計算実行後にこれらの値をメイン関数で直接参照できます。31から35行目では計算の収束または発散の表示を行います。反復回数 i ナンバーが打ち切り回数 i マックスよりも小さい時に収束とみなされます。37行目では初期値の表示、38行目では計算結果を表示します。43から64行目は根を求める関数のプログラム文です。ここではメイン関数から渡される変数のすべてをポインター変数で受けていることに注意してください。45、46行目では本関数で使用する変数を設定しています。ここでイント型変数のフラグは収束判定に用います。反復計算において相対誤差が10のマイナス14乗よりも小さくなったとき、フラグの値は0から1へ変えられます。48行目では初期値を再設定しています。49行目では初回の反復回数、すなわち0の値と根の初期値を表示します。51から59行目の法文では反復回数が最大、
打ち切り回数になるまで反復計算を行います。53行目では新しい推測値を求めています。54行目では相対誤差の絶対値 RE を求めています。56行目では RE が EPS1 すなわち10のマイナス15乗より小さいとき計算を終了します。57行目ではフラグイコール1のとき計算を終了します。これは次の文に連携しています。58行目では RE が10のマイナス14乗よりも小さいときフラグの値を1に変えます。その後は求めた推測値を使ってもう一回反復計算を行います。そして57行目の文の判定により計算を終了します。60から62行目では収束しない場合に反復回数が1つ多くなるのでこれを修正します。最後に求めた根をポインター変数へ入れ、この値をメイン関数で参照できるようにします。ここで収束判定の方法について説明が必要ですね。私は判定を効率よく行うため次のような手順を使っています。まず式が簡単な場合、新しい推測値は桁落ち誤差が発生せずに相対誤差の絶対値 RE の2乗で真の値へ収束します。この時 RE が例えば10のマイナス10乗程度となると、次の反復計算では10のマイナス15乗から10のマイナス16乗の範囲の値を取ります。この場合には計算を EPS1 を使った判定で終了できます。一方、式が複雑で桁落ち誤差が大きい場合、RE が10のマイナス10乗程度となると、次の計算では計算値が RE の2乗で得られにくくなります。例えば RE は10のマイナス12乗程度となるでしょう。その後は RE は少しずつ小さくなり、やがて10のマイナス14乗程度となるでしょう。このような場合には計算を反復しても RE はなかなか丸目誤差の領域、すなわち10のマイナス15乗よりも小さな値を取らないことがあります。そこで10のマイナス14乗程度になったら計算値が満足できる精度を持ったとみなし、 EPS2 を使う判定によりフラグを0から1へ変えます。そしてもう一回反復計算を行い、新しい推測値を求めた後にフラグのチェックにより計算を終了します。以上が私が用いる収束判定のアルゴリズムです。最後に以上で説明したプログラムを使った計算結果を説明します。計算にはここに示す式を使いました。その形状は図に示す通りです。根は約 0.8879 の1個だけです。初期値を x0 イコール 0.5 として NR 法を適用しました。計算結果は次のようになりました。計算は6回の反復で収束しています。相対誤差が10のマイナス16乗のオーダーなので、収束値 x は表示された数値の最後の1番目または2番目まで正しく求められていると考えられます。このように NR 法では根が通常丸目誤差程度の高精度で得られます。いよいよ今年も確定申告の時期がやってきました。私は1年半前に個人事業を始めたのですが、
昨年の今頃は確定申告の初めての年であったため、書類をまとめるのにとても苦しみました。しかしながらこの困難を乗り越え、新たに獲得した知識に満足感を覚えました。また私の場合、青色申告を行ったため、かなりの額の還付金があり、大変喜びました。今年は昨年のようなドツボにはまらないことを願うばかりです。経験を持つとはいえ、もしかしたら少し時間をその仕事に割かれ、動画配信が遅れるかもしれません。その時はご容赦ください。それでは本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。